皆さんこんにちは、オッキーです。皆さんは北海道の有名なお菓子、六花亭のマルセイバターサンドをご存知ですか？実はこれ私の大好物なんです。日本でも北海道内か北海道の物産展などでしか購入できない一品。お土産などでいただくと大事に冷凍庫にしまっておいて、子供たちにはお酒が入ってるからダメなんて言って一人でこっそり楽しんだりしていました。ニューヨークではまず入手不可能。でもそうなると余計に食べたくなるんですよね。そこで今日はマルセイバターサンドを真似たラムレーズンバタークッキーサンドを作ってみました。材料は概要欄にも記載していますので参考になさってください。レシピの中で使っているカップはアメリカの計量カップです。日本のものとは分量が違うのでご注意ください。詳しくはこちらのアメリカの計量カップのビデオをご覧ください。右上にリンクを貼っておきますね。さて、まずはラムレーズンの準備です。材料と道具を揃えます。ラム酒がなければブランデーやコニャックでも OK です。レーズンを測ります。1カップ弱、だいたい100から 120g ぐらいです。レーズンにはブドウの皮にブルームという天然のコーティングがついているので、これを取り除くためにさっと砂糖を溶かしたお湯をくぐらせます。小鍋にお湯を沸かし、砂糖を加え溶かします。レーズンを入れたら軽く混ぜ、火を止めます。ざるにあげて少し冷めたら瓶に移し、ラム酒大さじ3を加えます。このまま一晩置くとレーズンがラム酒を吸ってふっくらとします。時々瓶を振って中身を混ぜておきましょう。さて、次にクッキーの生地を作ります。まずは無塩バターですが、アメリカではバターは大抵1ポンド 454g の箱で売られています。この箱の中にこんな感じでバターがスティック状になって4本入っています。今日のレシピでは2スティックス2本分 227g のバターを使います。ちなみに1スティックのバターは大さじ8と同じ分量 113g です。もし無塩バターが入手できなければ普通のバターでも構いません。その場合はレシピの中の塩は省いてください。バターは必ず室温に戻しておきましょう。バターを室温に戻している間に別のボウルで粉類を測ります。まずは小麦粉、容器の中でよく攪拌して粉に空気を含ませます。カップでざっとすくってさっとすり切って1カップ、もう1カップも同様に測ります。アーモンドフラワーも加えます。こちらは Bob's Red Mill というブランドのもの。このブランドはたくさんいろんな種類の粉や穀物を扱っていて、かなり珍しいものも取り揃えています。お近くのお店で取り扱っているか、ぜひチェックしてみてください。アーモンドフラワーはハーフカップ、60から 70g ぐらい加えることによって、よりコクのあるさっくりとしたクッキーになります。ベーキングパウダーを測ります。分量は小さじ1。塩を測ります。小さじ1/2。塩を入れることで味が引き締まりますが、分量はお好みで調整してください。粉類はボウルの中で泡立て器でよく混ぜておきます。これでダマも取れて均一になります。バターが柔らかくなったらクリーム状になるまでかきたてます。砂糖を2回に分けて加えます。砂糖とバターがしっかりと混ざるまでよく混ぜます。卵を加えます。全卵1個。バニラエッセンスを加えます。小さじ1/2。また混ぜていきますが、ポイントとして卵も室温の状態で使うことが大切です。
冷たい卵だと室温のバターと混ざりにくく、材料が分離する原因になりやすいのです。しっかりと混ざったところで粉類を一気に加えます。ここからはヘラで粉をバターになじませるように混ぜていきましょう。結構力がいるのでしっかりとしたヘラを使ってください。以前私はこの作業中にプラスチックの絵のゴムベラをバキッと折ってしまったことがあります。バターと粉がなじんで均一になれば生地の出来上がりです。さてここでビニール袋を使って生地を伸ばします。生地を2つに分けて30センチ幅ぐらいの食品保存用のビニール袋に入れます。この生地はバターたっぷりでとても柔らかいので、指先を使って袋の中で平らに伸ばします。仕上げは綿棒を使って均一の厚みになるように整えていきます。なるべくきれいな長方形になるように。きれいに伸ばせたら薄い板などの上に乗せて、このまま平らにして冷凍庫で冷やし固めます。とても柔らかいので、この状態では型抜きをしたり切り分けたりするのも難しいのです。冷えて板状になった生地のビニール袋を開きます。ここでオーブンの予熱を忘れずに、下側の面のビニールは残しておきます。切り分けたいサイズに印をつけて、長方形にナイフで切ります。今回かなり大きめに5センチ ×7 センチにしてしまったのですが、そこはもうお好みで。この作業にはこんなピザカッターを使うのもいいでしょう。切り分けたらパーチメントペーパーを敷いた天板に移します。この時に下のビニールがあると作業がとてもスムーズにいきます。この端っこの余ったところは完全に味見用ですね。2段いっぺんに焼ける場合はもう一つも同様に。さあ、美味しそうに焼けました。網の上で完全に冷まします。あとはレーズンがしっかりとラム酒に浸かるのを待って、続きの作業はまた明日。明日はいよいよ中に挟むクリームを作ります。マルセイバターサンドのクリームはバターだけではなくホワイトチョコレートが入っているのが美味しさの決め手。ホワイトチョコレートは板チョコなら刻みますが、今回はギラデリのホワイトチョコレートチップを使いました。こんな耐熱ガラスの計量カップに入れれば、湯煎で溶かすときも鍋の縁に取っ手をかけておけば安定するのでおすすめです。まずは室温にしておいたバターをクリーム状にします。ここに先ほど溶かして冷ましておいたホワイトチョコレートを加えます。チョコレートが熱いとバターが溶けてしまうので注意しましょう。少しずつ加えてよく混ぜたらバタークリームの完成です。ではいよいよ挟みます。まずはクリームをレーズンを置く面に絞り出します。ラムレーズンをのせます。お好みでたくさんでも控えめでも。上に重ねるクッキーにはクリームは少しで大丈夫。両側たっぷりだとはみ出してしまいます。バターナイフなどを使って薄く両側に塗り広げても OK です。さあ、出来上がりました。すぐに食べてもいいけれど、
私は少し冷やしてクリームが固まった頃が好き。時間を置くとクッキーも少ししっとりとします。ところで余談ですが、よく英文字表記で Raisin Sand とか Cookie Sand と書いてあるのを目にします。英語では Sand は砂のことになってしまうので、ちゃんとサンドウィッチと書きましょう。ちなみにアメリカではハンバーガーのこともサンドウィッチと呼んだりします。マクドナルドでも I'll have just a sandwich。ポテトとかはいらないからハンバーガーだけって感じです。さて、話をレーズンサンドに戻しますが、冷蔵・冷凍での保存が可能です。乾かないように一つずつ食品用の OPP フィルムやラップなどで包んでから密閉容器やジップロックバッグなどに入れておきましょう。これでいつでも食べたい時にラムレーズンバタークッキーサンドが楽しめます。ぜひ作ってみてください。バレンタインデーだった日曜日、旦那さんにお使いを頼んだら、ついでにチョコレートビスコッティとバラの花束を買ってきてくれました。アメリカでは日本と逆で、男性から女性にプレゼントをするのが一般的です。きっと店頭にバラの花やチョコレートがだーっと並んでいて、買わないわけにはいかなかったのでしょう。いかがでしたか？この動画がお気に召していただけましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。皆様からのコメント、いいねボタンも今後の動画作成の励みになりますので、よろしくお願いします。じゃあまたね。